どうも、こんにちは。もちきマイクです。授業で最初は生徒がきちんと内容を聞いてたけど、途中で集中力がなくなることはありますよね。どの先生でも絶対あるよ。今回の動画は生徒の集中力を上がるテクニックを紹介します。誰でもどの教科でも使えます。そして教育関係のビデオに少しでも興味があればぜひ登録ボタンを押してみてください。じゃあ今日のもちき動画を見てみましょう。よしよしよし。じゃあちょっとね、続きに行きますね。Yes, they are. OK、行きますね。We call them the brave. 聞いてるかな ?blossoms。あ、違うかな。もうしっかり聞いてね。これ大切なんだよ。いいんですか？ほら、寝てるんじゃないですか。もう早く起きろ。早く起きたらなんだろうな。もうだから起きろ。もうなんであんなに荷物あったの。だからご覧の通り、この先生は黒板を使って授業をしてたけど何かがうまくいかなかったのよですね。この先生だけではなくたくさんの教師が黒板を使い方を間違えてます。この先生は黒板を書くことに夢中になりすぎて生徒全員が寝てても気づかず授業を進めていました。この先生はチョークトラップにかかってしまった。このチョークトラップに引っかかると先生は黒板から離れられない。チョークトラップとは先生が黒板にばっかり向かっている授業をすること。先生に黒板以外の授業をする自信がなく、昔ながらの授業スタイルはそのまんまをやり続けてます。もしかすると、とりあえず、きちんと説明すればなんとかなると思ってるかもしれない。そのような考えはトラップのパワーにはまってしまっている証拠です。いつもと同じことをやっても良くなることは絶対ない。チョークトラップから抜け出さないとやはり生徒の集中力低くなります。勘違いしないでください。黒板が悪いわけではありません。むしろ立派な共通ツールです。ありがとう。ただし黒板ばっかり使うとマイナス点が多くなります。例えば一番後ろの生徒は何してるかわからない。黒板見えないかもしれない。スマホで遊んでるかもしれない。先生が黒板の方ずっと向いてると生徒の姿が見られないから生徒何やってるわからない。一番前に座ってる生徒は黒板が見えるでしょうが生徒の集中力一人一人が違います。黒板に近くで説明が長くなるとどうしてもこのような表情の生徒が出てくる。じゃあどうすればいいでしょう。もっとレッスンの準備をする。いや、有名な塾の先生を真似をする。実はもっと簡単なテクニックがあります。黒板から離れよう。黒板から離れれば教室の授業風景が全然変わってきます。実際に見てみましょう。もちき GO！ じゃあ黒板から離れていきましょう。どうでしょうかね。じゃあ一人の生徒がどうしたの？全然わかんない。わかんないか。ちょっと見てみよう。そっか。説明足りないか。じゃあここもうちょっと詳しく言おうね。教師の仕事は喋ることです。だからこそ毎日説明してます。メモを記入する方法や
言葉の意味を説明したり、とにかく一日中説明してます。当然説明力が高くなって自信がつくほどが力がついてきます。ただし、どんな完璧な上手な説明をしても全員に同じように伝わることはありません。30人や40人ほどの生徒に同時に説明すると全員が 100% 分かることは不可能です。先生が説明をしても生徒によって理解度がバラバラということがよくあります。全部分かった生徒、ほぼ分かった生徒、そして部分的しか分からない生徒もいます。黒板の前に立っているとどの生徒がどれぐらい理解しているかどうかちょっと分かんない。そして生徒は授業がもう本当に嫌になっちゃう。生徒が理解した確認するために生徒に聞いてもいいけど分かったかって聞くと適切な答えが返ってこないかもしれない。それより理解度を確認するには生徒を近くて見てみましょう。直接プリントを見れば生徒が理解しているかどうかわかります。さっきのプリントを見てみましょう。ご覧の通り、この生徒はやることをよく分かってません。ここで教師が調整します。他の生徒と比べてどの部分がうまく伝わってないのか、どれぐらい分かってないのかを確認します。距離を縮まると教師自身がうまく説明できているか分かります。うまく伝わってないならもう一度説明しましょう。その場で個人個人に説明するか全体もう一度説明するか、その判断は先生がしなければならない。説明がほとんどが伝わってから授業の内容を進めましょう。どうですかね。お、すごい全部きちんと埋まってる。上手にできてるんじゃないですか。はい、素晴らしい。生徒を心から褒めると生徒は授業でもっと頑張ってくれる。生徒は毎日学校に来てたくさんの授業を受けて課題や宿題もいっぱいやってます。だからそのハードワークを褒めましょう。日本ではどうしても褒めないタイプの先生が多いかもしれないが、褒めないより褒める方が有効です。先の生徒たちにそれぞれ合った褒め方をしました。褒めすぎると嘘っぽくなるから、実際の出来声によって褒めると有効です。全員の生徒を褒めなくても大丈夫です。たまに褒めると特別感が出ますからね。褒め方の種類や方法がいっぱいあるので、興味があればぜひコメントで質問してください。視聴者の皆さんが興味あるビデオを作りたいので、ぜひいいねとコメントお待ちしてます。どうかなあ、これちょっと難しい。じゃあ先生と一緒にちょっとやってみましょうね。オッケー。あ、こうかな。ゆっくりやって。こうかな。そうそう。合ってる合ってる。いい感じ。はい。こうか。すごい。これめっちゃいいんじゃない。よかった。生徒が学ぶスピードはそれぞれに異なってます。すぐに理解する生徒がいれば、時間をかけて理解する生徒もいます。全員同じではないので、特に先生の応援とサポートが必要な生徒が必ずいます。生徒の学ぶスピードを把握するのは
はっきり言うと難しいし、黒板側からだともう距離があってさらに分かりづらい。しかし生徒一人一人近くで見てるとどれぐらいサポートが必要かかなり分かりやすくなります。そして生徒が誰かをサポートしていると、その周りの生徒の集中力も自然的にアップします。先生のオーラだけで、先生が近くにいるとどうしてもあんまりふざけられないからですね。もちろんこのサポートが必要な生徒もちょっとだけ褒めればもっと伸びますからね。黒板から離れただけで自分の授業に大きく影響します。どんな風に影響するのを見てみましょう。第一、自分の説明がみんなにどれぐらい伝わってるか確認ができる。どんなに経歴の長い教師でもたまに自分の説明がきちんと伝わってるかどうか確認するべきです。なぜなら確認すると必ず足りていない部分が見つかってくる。実は日本には説明がうまい教師がいっぱいいます。僕の方がよっぽどミスが多い。ただどんな先生でも自分の説明した部分を確認すればもっとうまく言える部分が見つかります。その瞬間はスキルアップチャンスです。第2、教室によっては生徒が溢れるほどがいっぱいいる場合があります。生徒が多すぎるので先生が一人一人直接気を張ることは生徒にとってすごく貴重な時間になります。一人一人に気を張ればその子のモチベーションが上がります。生徒に気を張ることに積み重ねることで生徒と先生の絆が強くなる。絆は黒板じゃなくて生徒と作ってくださいね。第3、簡単に言えば先生からの助けが必要な量は生徒によって異なります。黒板から離れて生徒の近くに行くと生徒たちに直接指導できる。一人をサポートしていると先生のオーラで周りの生徒も集中力がアップします。ウィンウィンですね。やっぱり生徒の集中力が続くようにするためには黒板から離れないとダメですね。よし。最後まで見てくれてありがとうございます。今日の持ちきポイントは黒板から離れて生徒と触れ合うと生徒の集中力が上がるということがですね。もし今日のアイディアを試してみたいなと思ったら先生自身が持ちきを見つけたかもしれない。そのモチベーションとやる気を使って新しい行動を試してみてください。その試すエネルギーはあなたの持ちきです。素晴らしい。試してみた方はぜひ活動の結果をコメントでシェアしてください。じゃあ今日ももちきを掴んでいきましょう。 This is もちき Mike. Goodbye everyone.